皆さんこんにちは、木村直樹です。フィルムシミュレーションってなんぼのもんやねんっていうことですよ。いろんなレビューとかで、富士の色がいいっていう風に、騒ぎ立ててるわけじゃないですか。僕もそのうちの一人なんですけど、今まで富士のカメラを使ったことない人向けの動画なんですけど、新しく T4 を買ってですね、ウキウキ満点の状態でございまして、改めてフィルムシミュレーションっていうのは何なのかっていうのをですね、見比べてみようっていう動画です。単純にその自撮り的このスタイルで人物を撮った時にどんな風な違いがあるかっていうのをじっくり見比べ見る機会って多分自分で買えば持ってればそれわかるんですけど、持ってないとなかなかね、他の人のレビューとかでもじっくり見る機会がないかなって思うんで、それを見比べてみるための動画です、こちら。はい。で、今ですね、何で撮ってるかっていうと、XT4 っていう、富士の、APS-C サイズのイメージセンサーの中では一番フラッグシップのあれになるんですけど、この間買ってすごい嬉しいんですけど、今クラシックネガなんですよね。で、クラシックネガっていうのはネガフィルムですよね。多分これ普通のネガフィルム、業務用 ISO100 とか400とか、多分それのシミュレーションっていうことなんですよね。シャドウ部がグリーンが入るんですよね。で、スキントーンは結構バリッとオレンジでね、これハイキーにしていくと、このね、ハイライトのところに何かをしてるんですよね。で、コントラストカーブがあるとしたら、こういう風に。ハイライト部分が飛びやすくなってるんですよ。キキッと。他のに比べて。それはそれでフィルムっぽくていいな、みたいな感じに仕上がっているルックなんですよね。だから、また露出戻すと、こういう、もうシャドウ部にグリーンが入ってるんですよね。色はこういう感じですね。ちょっとクラシックネガから入るのかなり特徴的なスタイルだと思うんで、他のやつからいってみましょう。最もスタンダードなルックであります、プロビアってやつですね。で、ちょっとね、これホワイトバランスをオレンジに寄せちゃってるんで、オレンジに見えやすいと思うんですけど、ちょっとホワイトバランスを変えてみましょう。今、これが普通の電球色のライトを使ってるんで、後ろも電球色のタングステンライトを使ってますんで、もともとオートホワイトバランスで撮ってんですけど、オートホワイトバランスの中のちょっとその電球の色をちょっと残すスタイルでやってるんで、電球色にちょっと合わせてみちゃいましょうか。これで電球色になった。ちょっと T3 の時と変わってる気もしないでもないですね。結構オレンジ。スキンが結構オレンジな気がする。これが一番スタンダードなルックで、発色が、各色が結構鮮やかに出る。だけど、全体の統一性みたいなのも取れてて、綺麗に色が全体的に出るなっていう僕の印象。だから、一番健康的に人を撮りたい時とかも、これが一番良かったです。あと、朝日とか、夕日とかの時のシチュエーションとか、の時のシチュエーションとか、空の色とか、ブルーとか、人物の色とかが結構鮮やかに出るなって思うんで、基本、多分 YouTube とか撮るんだったら、これがいいかなって僕は思います。はい。で、これベルビアって言って、風景用ですね。ビビッドに出る。だからコントラストがさっきより効いてるの分かりますか？これ見ると。それで、そんな僕個人的にはこれ使わないんですよね。風景の時にパンチが欲しいなっていう時に、これあるととてもいいんじゃないか。で、これが、アスティアっていう感じの色なんですけど、ちょっと、だからトーンカーブをちょっと緩くして、で、発色は結構パキッと出る方なんですよ。アスティアっていうの。ただコントラストが弱いっていう感じ。もともとその全てなんかの昔のフィルムを模してるはずなんですけど、あんまり僕はそのフィルムそこまで昔からやってたわけじゃないんで、そんなわかんないんですけど、これも、だから外で人間撮るときですね、いいんじゃないかなって思います。健康的にこれも映るはず。だからそのプロビアだと、ちょっといろいろ光の環境っていろいろだから、これじゃないよりも、もうちょいふんわりしたいなって時にこっちかなっていうふうに、思います。で、これはクラシッククロームで、その説明にある通り、ドキュメンタリータッチっていうか、色が少し、色を再度下げて、ドキュメンタリータッチで、でもシャドウ部のパンチはあるみたいな色なんですけど、クラシッククローム。これね、いいんですよね、これね。これは富士の全てのスタイル、全般的に言えることなんだと思うんですけど、微妙にしか色変わんないんですよ。結構微妙な違いなんですよ。だからこれ本当は、ちょっと露出上げた時にこうなる、下げるとこうなるみたいな感じで、これね、本当は露出ごとにね、仕込みがあるんです。そのカメラの LCD で見てる時は、もうよくわかんないみたいな
多分感じなんですけど、目が慣れてくると、やっぱいいな、風に多分感じるはず。最初はね、結構わかんなかったりするんですよ、良さが。まあそんな感じ。はい。これクラシッククローム。僕は一番好きかもしれない。クラシッククロームは結局のところ。はい。やっぱりいろんな色がある環境っていうのは日本は多いと思うんですよね。もしくは、灰色しかないみたいな。東京なんかで言うと。で、映ってエモいものじゃないことが多分おそらくほとんどで、日本の環境って、パッと見ると、どっか特別なところに旅行行ったとかじゃない限り、日常的な風景っていうのは、まあ見慣れててつまんないじゃないですか。で、それをでもこれの、ルックでこう見る、でこう撮ると、少し統一性が生まれると思うんですよね。うん。色に対して。そこが、このエモいと感じるっていうか、いつもとちょっと違うから、あ、いいなってなるポイントなんじゃないかなっていう、まあ仮説ではございます。はい。でね、プロネグハイとプロネグスタンダードってあって、説明ではプロネグハイは人物撮るときに、ライティングちゃんとした環境で撮る方がハイで、そうじゃない環境の時がプロネグスタンダードっていう話で、まあ色の出方はこういう感じ。まあそんなこれで違いがね、ハイの方がコントラストが効いてるんですよね。バシッと。これスタンダードにすると、こういう。で、アスティアとプロネグハイとプロネグスタンダードの違いは、アスティアの方が発色が豊かなんですよ。血色はだからなんかこう、はっきり色は出てるんですけど、このプロネグハイとプロネグスタンダードの方が、こう、色がやっぱり少し、落ち着いて統一性みたいなところに来てるんですよね。だからむしろ、ポートレート撮る時とかの、スキントーンとかの、多分グラデーションによりこう、意識がいくっていうか、まあかっこいい感じというか、まあそういうことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。また冒頭のクラシックネガティブに戻るんですけど、クラシックネガはだいぶ、だから暗部に緑が乗って、で、その緑の反対色のレッドがちょっとこう、どっかの会長でレッドがですね、パキッと出してんですよ。多分。で、一緒にで、そのレッドもなんかオレンジっぽい、大体色っぽいレッドの方をなんか出すんですよね、どっかで。っていう感じなんですよ。で、やっぱりなんか他で、ライトルームプリセットとか、ビスコとかも全部持ってるんですけど、そこでなんか、やっぱりそれよりもこっちの方がなんか、やっぱりいいなっていう、わかんないですけどね。なぜか、やっぱり一段上のなんか、クオリティを感じますよね。まあ、他の。だからこれはっきり言って、映像で使うと、うざいんかもしれないんですよね。結構人物のシャドウ部がグリーンになるから、普通のなんか状況ではないんですよ。映像で使うと。こってりするんですよね。写真だったらそこまでこってりしてても、うざくないかなとは思うんですけど、映像で使う場合は少し一回試し撮りして見てみた方がいいですよね。普通の色じゃないんで、だいぶ印象変わっちゃうと思うんで、下手したらホラーかみたいな印象にもなりかねないかなとは思うんですけど、まあ僕が好きなんで、これちょっと、また使っていきたいなっていう。ちなみに内部マイクで撮っていて、H265 のオールイントラの 4K30fps で撮ってます。4K の 29.97 で撮ってます。はい。で、ホワイトバランスが3200ケルビンで、まあ光はどっちも電球色ってことですね。タングステンライトです。で、ISO800 のシャッタースピード50で、1855の F2.8 で撮ってます。18で撮ってます。エテルナってやつなんですよね。だから、なんかね、多分、写真撮るときにエテルナはちょっとつまんないんですよね。シャドウがバシッと来ないから。よくあるGH5 のシネライク D なんですよ、これ。あとはキヤノンの 5D のシネスタイルっていうのが確かあるはずなんですけど。要するにコントラストが、シャドウのところのぶっ潰しがなくて、会長が潰れないようになっている。動画撮るときは安全なスタイルであります。っていうのと、色がやっぱり統一性みたいなものがなされているはず。少しずつこうやって転ばして、全体の色がこう、調和を取るような多分転ばせ方をおそらくしているなっていう。で、サイド自体はちょい下げ全体は。うん。この辺さっき、クラシックネガーともっとパキッと来てたと思うんですけど、この辺も。それが今、和らいだ感じっていう感じですね。ただし、このままだとちょっとつまんないルックとしては、もう少しコントラストをこうピキッとね、編集でだいたいやることがほとんどですね、僕は。はい。ただ便利な感じではあるっていうのと、結構ね、これはあんまりカメラ内のエテルナでは僕は撮んないんですけど、よくラットを使ってます、フローで撮って。んで、ブルーがね、めちゃめちゃ出る気がする。エテルナは。だから多分、エテルナの、基本的な、メインの色っていうのは多分こっちの
スキントーンを少しこうくすましたような茶色とか肌色とか、まあちょいオレンジ系とかがメインに全体がそういう風な色に寄っていて、その反対のなんかブルーあたりがめっちゃ強調されているみたいなイメージです。僕の使ってみてのイメージは。青いもの、青いもの。だから空とかも綺麗に映るんですよね。なんかこのブルーの発色がいいんですよね。で、一旦クラシッククルーム。なんか結構その富士の色全体的に緑が綺麗とかいう意見とかもあると思うんですけど、僕はブルーがやっぱりなんかいい味出してるなって思うんですよ。まあこれかなり個人的なあれなんですけど。それで、アルファ7 3とかも僕はブルー超綺麗で、爽やか系のやつ撮るときはそういうイメージセンサー合ってると思うんですけど、富士もなんかそのブルーは結構こだわってる気がしてて、これクラシッククロームの時は、ブルーはね、ちょっと緑に来るんだよね。わかるかな。で、スタンダードの時は、まあよりブルーなんですよ、普通の。うん。っていう、まあ使ってみての印象で。で、結構これね、撮影してる時にカメラのディスプレイだとあんまね、わかりにくいんですけど。だから、まあ写真撮った後に現像する時にライトルームとかでまあ見るともっとわかりやすいかなと思います。エテルナ来ましたんで、エテルナブリーチバイパス。このブリーチバイパスももう結構来ますね。で、すごいっすね、これはね。で、これが特徴的なのが、まあ、シャドウがバシッと来てて、サイドが低いっていうのと、あとこの、鼻のところにラメンみたいにこう来ませんか、ここの。例えばこの光が当たってるとこ。多分、ミッドレンジからなんかうまいことして、こう光がピキッと、そこのカーブをピシッとやってんだと思うんですよね。まあよくわかんないんですけど。これだいぶちょっと今暗いからちょっと明るくしましょうか。ちょっと明るくすると、一段上げるとこんな感じで、めっちゃ白いんですよ。上げすぎかな。だからブリーチワイパスっていう名のもとに、そうですね、みんなサイドガンガンにしてほとんど白黒かぐらいの勢いですよね。色は残ってんだけどちょっと白黒っぽいなみたいな。かっこいいっすね。はいはいはい。はい、という感じで。ちなみにアクロスの普通のやつ。で、これがですね、イエローフィルターがついてるのかな。イエローフィルターがアクロスについていて、空のコントラストを少し強調するらしいです。だからこれは本当は、あんまりこう詳しくわかんないんですけど、ブルーのところが濃くなってるんじゃないかな。多分。ブルーってこれとこれなんですけど、この辺この2つがだから、ブルーとスキントーンがここにある。この2つ。がレッドフィルターで、これはさっきよりも、このブルーのところが、これ、もっと濃くなってるはずなんですよ。もっとコントラストを、なんか、やるみたいな。空のコントラストをもっとやるみたいな説明でした。です。はい。これがグリーンフィルターなんですよ、アクロスの。で、ポートレートに使うと良いみたいな。ポートレートが、肌色がね、落ち着くんですよね。軽く使ってみた感想。肌色ってこれとこれとこれだと思うと、あとまあ、白も入れるとするとこの辺なんですけど、さっきと比べて、少し、トーンが下がってる気がするんですよ。一回取ってもう一回見ましょう。これじゃんこことこことここね。肌色がこれとこれとまあこれオレンジとグリーンで、これとこれとこれとこれだから、これだから、こうだったのが、ちょっと落ち着きましたよね、こっちも。ちょっと明るくするとなるほど。はい。使ってみたいですね。アクロスのグリーンは、ポートレートを撮るときにちょっと使ってみると面白いかもしれないってことですね。はい。これがアクロスで、ちょっとモノクロームとの違いを見てみましょう。これがモノクローム。これがアクロス。ちょっと、今撮影段階ではあんまり違いがわかんないんだけど、コントラストが違うのかな。一応セピアもあって、なんかあんまりセピア使ってないんですけど、そういう感じでですね。多分こうまじまじとこのフィルムシミュレーションとこのフィルメーションってあんまりこう大きい画面で見る、落ち着いて見る機会ってそんなないんじゃないかなと思って、サクッとね、こう、自分でカメラ持ってればいつでもできるんですけど、その買う前にどんなルックなのかっていうのを見るのがちょっとわかんないと思うんで、ちょっと作ってみました。次第でございます。で、今ログがこれなんですよね。うん。なんか最後にこれエテルナのラットと普通のレック709のラットとちょっと見比べてる感じですね。でね、ブルーがね、俺は
すげえいいなと思ってますよ。なんか絶対ね、でまあそのブルーが奇抜に出過ぎだなっていう時もあります。はっきり言ってエテルナの時。今スキントーンこれで見る限りキューブはちょっとグリーンに寄ってる気がするな。これはねミックスコーだからいけないかも。でもブルーはねなんかはっきり出るんですよ。ではっきり出過ぎだなっていう時もあったりしたんです。だからちょっとそのセレクトしてブルーだけセレクトして落とすってこともあったりしたんですけど。なんで HLG ですね。これもちょっと見てみましょう。見ておきましょうって感じで HLG にした途端に露出が全部アンダーになってる気がする。し始めたのでちょっと一段上げます。はい。ダイナミックレンジなんですけど13ぐらいあるような体感で言います。僕ログに関して言うとシネマ 5D とかの実験してるじゃないですか。それだと 11.5 とか 11.2 とかそんなもんだったと思うんです。なんかログだともっと広いんじゃないかなと思ってたりします。だからなんか普通のネイティブのフィルムシミュレーションは多分8とか9とか多分その辺だと思うんですよね。ダイナミックレンジ自体が。だからすぐ飛んじゃうんです。だからログにした途端に、12とか13とかそんぐらいはなんかあるような気がする。そんなだから窓外が飛んじゃってとかっていうのを気にする場合においてなんとかなる感じするっすね。ND とかちょっとつけてログで撮っとくと。ただあんまりアンダーのところにこう主題を持ってきちゃうとこれもHLG は、ミニマムミスを1000だな。あんまりアンダーのところからこう持ち上げるとやっぱりあんま美しくないんですよね。はい、という感じでですね最後はまたクラシックネガティブに戻しましょう。やっぱりねかっこいいですねクラシックネガティブっていう、まあこんな感じでですね撮影の仕方機材レビューカメラの使い方ライフハックたまに音楽でいきたいと思いますのでよければチャンネル登録お願いします。でこういうことに困ってますとかコメントいただけると今までこう他のところでいただいていたコメントにも順次答えるような動画を作っていこうと思っております。一旦ですねやっぱりね機材レビューが YouTube は一番伸びる。でもみんなレビューばっかになっちゃうからやっぱりこうマニアックなことをやっぱりやろうかなって思ってます。どっちかっていうとね。はい。だから朝ミニのなんか前 SSD 収録のテストとか全く誰も見てなくて300再生ぐらいしかいかない。S10 についてただディスプレイを前にただ語ったやつは7000ビューぐらい今言ってるんですよ。だから全然やっぱり新発売の商品レビューっていうのが一番メインなんだなっていうのが思いました。ただそういうことばっかりやってても他の人と一緒になっちゃってあんまりその社会的意義っていうか面白さ的にないんじゃないかなと思って僕は一応やっぱりマニアックなところをもう重点的にというかそっちもやっていこうと思ってます。多分ね結構ねその最近カメラ始める人って周りにそのヨドバシカメラの店員さん級のね知識がある人がいればいいんだけどあんまりいないんですよね。僕は始めた時ってホワイトバランスも知らないし撮影モードとかも一番分かんなくてでしかもその撮影モードがこのルミックスとかだとここに合わせると撮影モードなんですけどこのラインに合わせると撮影モードが合ってるじゃないですか。俺 G6 使ってた時間違っててなんかこっちのスイッチみたいなところにこう合わせたら合ってると思ってて余計わけわかんない。最初って多分すげえわけわかんないんですよ。やりたくて始めようかなと思っててもだからそういうのに答える動画をやっぱりやんないといけないなっていうふうに思ってます。だから一旦こんな感じでフィルムシミュレーション会っていう感じでした今回は。はい。またちょっとお遊び的にしょうもないレビューとかもやっていくかもしれないのでぜひぜひよろしくお付き合いくださいませ。じゃあ今日の撮影カメラはですね T4&1855 でオートフォーカスでマイクも今回はつけてません。マイク性能とかもこれでわかると思うのでクラシックネガティブすごい楽しいです。それではまた。